岡山駅に戻ってきました。これからついにマリンライナーで高松へ向かいます。ホームに来てみたら瀬戸大橋アンパンマントロッコが止まっていました。この列車は JR 四国の車両なのですが、 JR 四国とアンパンマンの関係は深く、2000年から今日に至るまで数々のアンパンマン車両を題材とした列車が走っています。アンパンマンの原作者柳瀬隆先生が高知県出身であるのがアンパンマン列車の登場の経緯の一つのようです。奥にももう一両アンパンマン列車が止まっています。こちらも JR 四国の車両で、愛媛県松山まで向かう特急潮風号です。こちらは潮風号の最後尾車両なのですが、先ほどとは形が違っています。そして今回に乗るマリンライナーがこちら。これが快速列車というのだから驚きです。快速マリンライナーには普通車自由席の他に追加料金を払うことで座れる普通車指定席とグリーン車指定席があります。普通車指定席は530円、グリーン車指定席は1000円で使えます。こちらが今回利用したグリーン車指定席のパノラマシートです。座席は首都圏の普通列車グリーン車の上位互換といった感じでしょうか。特別快適というほどではありません。これは乗り込む前に撮ったのですが、窓がとても大きいです。まさにパノラマ席にふさわしい窓です。座席にはテーブルがついていますが、このようなインラムテーブルのみです。こちらリクライニングボタンですが少し変わってまして、座面スライドが別となっています。リクライニングの深さですが、そこまでは倒れないといった印象。そして座席後ろにはこのようなブランケットがあります。この日は暑かったので使いませんでしたが、結構生地はしっかりしています。11時42分、マリンライナー27号は定刻通り発車。瀬戸大橋線、予讃線を通って高松まで向かいます。今、向かいに見えている電車は115系。かつては関東などでよく見られていましたが、現在岡山ではまだ現役で走っています。JR の前身、国鉄の時代を思い出す方もいるのではないでしょうか。快速マリンライナー27号高松行きです。林島、茶屋町、小島、境根、周辺高松の順に停車をいたします。列車は5両つないで運転をしております。グリーン車指定席は1号車、自由席は2号車から5号車です。出発してすぐに高架線に入りました。次の大本を過ぎるあたりまでは高架の景色が続きます。車掌は JR 西日本の中山です。途中の小島駅までご案内いたします。次は林島です。お出口左側です。車内から見える田園風景。岡山県南部では稲作が盛んに行われており、朝日やあけぼの、お町といった米が生産されているそうです。瀬戸大橋線はもともと単線の路線でしたが、平成15年から20年にかけ複線工事が行われ、ダイヤの乱れを解消しています。ところどころ単線になったりしますが、それでも全線複線化した時と同様の効果は出ているのだそうです。最初の停車駅、早島に到着。日中のマリンライナーは1時間あたり上下線で2本ずつ運行しており、そのうち1本が2駅前の伊毛を通過し、この早島に止まる。もう1本がその逆の停車駅となっています。次に停車する駅が茶屋町。ここで宇野線と分かれます。瀬戸大橋ができる前までは、この宇野線で宇野まで向かい、宇高連絡船というフェリーを使い高松へ向かうというものでしたが、それは廃止され、2019年にはその他の宇高航路のフェリーは完全になくなりました。
かつては東京から宇野まで寝台急行瀬戸、寝台特急瀬戸というものが走っていました。これらは現在のサンライズ瀬戸号の前身にあたるもので、その歴史は1950年まで遡ります。最近 YouTube 等で人気になっているサンライズ瀬戸号にはこのような深い歴史があったのです。茶屋町を出るとトンネル区間が多くなります。車内のダウンライトがいい演出をしてくれています。先ほどまでゆっくり走っていたマリンライナーもついに在来線の最高速度である130キロで走ります。とても爽快です。車内の設備は特急と同等ぐらいなのですが、客室とデッキを仕切るドアがありませんので、やはり少しうるさいといった印象です。そして次に停車する駅が小島です。JR 西日本の区間はここまで。ここで JR 四国の乗務員さんと交代します。ここ小島は国産ジーンズ発祥の地で、繊維産業は明治15年から続いているそうです。このトンネルを出るとついに瀬戸大橋に突入です。橋梁部9368メートル、高架部も含めると 13.1 キロにも及びます。鉄道道路併用橋としては世界最大で、2015年にギネス世界記録に認定されました。なおこの橋は6つの橋梁とそれを結ぶ高架橋によって構成されているので、一つの橋だけでできているというわけではありません。ちなみに現在の世界最長である吊り橋はトルコのチャナッカレにある橋でして、今年3月に開通しました。ついに明石海峡橋も世界一の座を明け渡したのでした。1978年から10年にわたって建設が進められてきたこれらの橋の建設費は1兆1200億円、作業員数は延べ900万人に及びます。この橋がいかにすごいものなのかよくわかりますね。そして今走っている線路は暫定的なものでして、この橋にはあと2本線路が通せるように設計がなされています。なぜそうなっているのかと言いますと、四国新幹線の計画があるからです。実現すると決まったわけではありませんが、その準備はもう何十年も前から進められていたのです。そして見えてきましたのが瀬戸内工業地域であります佐賀県坂出市のコンビナート、化学メーカー大手の三菱ケミカルやコスモ石油などがあります。ついに四国に上陸です。瀬戸大橋を越えるとこの先で線路が分岐します。そして今度は奥の線路と合流。境でつけます。降り口は左側です。左側のドア開きます。開くのはご注意ください。この辺りの線路はこの Google マップのようになっていまして、高知、愛媛方面へ行く列車は赤の矢印の方へ、このマリンライナーは青の矢印の方へ進むようになっています。そして合流する線路が高松と高知、愛媛を結ぶ線路となります。なので乗る列車を間違えると目的地と全然違うところへ行ってしまいますので、注意しなければなりません。四国上陸から初めての停車駅、坂出に到着。高松まであと少しです。
ご乗車ありがとうございました。境目に着きます。左側のドアが開きます。皆様ご注意ください。お出口とホーム少々段差ございます。ご利用者足元にご注意ください。今見えていますのは高松運転所、JR 四国の車両基地です。奥には四国を走る普通列車、手前には先ほど紹介しました特急潮風号で使われます8000系とサンライズ瀬戸号が止まっています。別輪八島市道、別輪八島駅のみご利用いただきます。その他の駅ではエコカー。ついに到着しました。四国の玄関口高松、岡山から50分の旅でしたが、見どころ満載であっという間だったと思います。先が駅の周りの投炭式ホーム、まさに終点といった感じがします。さあ、駅前広場にやってきました。広くてとても綺麗です。四国スマイルステーション、駅舎には可愛らしい笑顔がラッピングされています。それでは本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。